皆さんこんにちは、みさとです。ここは四国は香川県の高松駅です。2月上旬で朝の6時40分頃、だいぶ明るくなりだした頃です。駅のすぐ北側の高松オルネ米田コーヒー店の存在感が光っていますね。今日は JR 四国の2月限定のフリー切符、須磨駅四国1日フリー切符で四国を一周してみたいと思います。このフリー切符は去年の2024年も出ていましたが、今年のものと違いは平日限定で JR 四国バスの一般路線バスが乗れて価格が7900円でした。今年の2025年はバスは乗れなくなりましたが、土休日も利用可能となり、JR 四国の特急の自由席までの全線乗り放題は変更なし、価格は1万円ちょうどになりました。土休日も使えるのが大きいですよね。ということで早速土曜日にこの切符を使ってみます。この切符は JR 四国のチケットアプリのみで購入可能です。スマートフォンですね。 QR コードリーダーのある駅では自動改札を通ります。自動改札のない駅ではスマホ画面を改札の駅員さんに提示します。最初に乗るのは特急うずしお3号で徳島まで行きます。うずしお3号の自由席は駅のホームに表示がありました。3両編成の3号車、2号車、1号車の半分。うずしお3号が高松駅に入線してきました。この列車で1時間ちょっとお世話になります。車内はこんな感じです。接続列車を待って2分ほど遅れましたが、うずしお3号は高松駅を発車。特急の自由席乗り放題の切符ということで混んでいる心配もあるかもしれませんが、朝早いということもあって空いています。栗林駅の手前で栗林公園が少し見えました。栗林駅に停車。こんな感じで終点徳島まで止まっていきます。指導駅停車中です。部活に行く高校生でしょうか。大勢乗り込んだ模様。上の方からビビリ音がしていましたが、スクリーンを1センチぐらい下にすると収まりました。列車は讃岐平野の東の端を走っている感じでしょうか。朝日に照らされて眩しい讃岐津田駅。三本松駅では上りうずしお号と列車交換。讃岐白鳥駅を出るとところどころうっすらと雪が見え出しました。こちらは引田駅。新しい駅舎を建設中でした。香川県の東の端にある讃岐愛音駅を通過するあたり、だんだん雪がはっきりしてきました。香川徳島県境の大阪峠越えの区間です。大阪山トンネルを抜けると雪がこんなに積もっています。徳島県に入った最初の阿波大宮駅を通過。ホームも真っ白です。ちょうど今季最強の寒波襲来で四国も大雪と聞いていましたが、早速目の当たりにしています。峠越えをして徳島平野にある板野駅ですが、ホームが雪で凍結しています。外はかなり寒そう。吉野川を渡っても雪が見えます。ここまで来ると道路は凍結してなさそうですが、ということで高松駅から1時間10分で徳島駅到着。四国に入って2軒目の県庁所在地徳島駅です。ホームに駅そばのお店がありますが、土休日はお休みのようです。さて次に乗るのは9時ちょうど発の特急剣335号阿波池田行き。小さいお子様連れのお客さんが多いと思ったらアンパンマンカー連結の列車でした。アンパンマンカーの中はこんな感じでした。お待たせをいたしました。まもなく発車をいたします。特急線特急阿波池田行きです。まもなくドアが閉まります。そのドアにご注意ください。
時間になり剣山3号の発車です。皆さんこんにちは。僕アンパンマン。今日は悠々アンパンマンカーに乗ってくれてありがとう。みんな怪我をしないように仲良く遊んでね。アンパンマンの放送もありました。この先終点の淡池田まで1時間15分の旅です。この徳島線特急は時速110キロで回送します。石井駅に停車。ここも雪が少し残っています。ここで列車交換のようですが、対向列車が一向に近づいてきません。踏切で何かあって運転手さんが確認に来られたようです。しばらくして対向列車が動いて到着。そしてこちらも石井駅を発車です。定刻より7分ほど過ぎていました。踏切で何かあったようですが、大事には至らなかったようです。前面展望を見ていたら列車無線が飛び交っていました。さっきの遅れで運転指示が飛び交っているのかも。そして路盤には雪が増えてきました。気温が低いためか溶けないんでしょうね。阿波川島駅で上り剣山4号と行き違い、吉野川に並行して淡池田へ向かう徳島線、川田駅を過ぎてようやく川沿いを走ります。こちらは穴吹駅。島式ホームの向こうに新しいホームを作っています。新しいホームは徳島型への折り返し専用という感じ。渡島駅通過後、再び吉野川を望む車窓になりました。貞光駅停車中です。雪が舞い出しました。さっきまで晴れていたのにまた雪が降るのでしょうか。徳島線内最後の停車駅の阿波鴨駅、結構雪が降り出しました。阿波鴨辻間で吉野川にある美濃田の淵が木々の隙間から見えました。この辺りが吉野川近くを走るラストでしょうか。アンパンマンの放送が流れて淡池田に到着です。さてここでは予定では10時15分到着の次の特急南風3号は10時20分発車予定。先ほどの遅れが気になりますが、南風3号も結構遅れているので乗り継ぎの心配はなさそうです。南風3号もアンパンマン特急でした。乗り込みましたが、南風3号は4両編成で自由席は1両のみ、それも満員でした。デッキで立つことに。行き違いの列車も遅れているようです。特急なので扉は頻繁に開きませんが、コーチまで1時間10分、ここで立つのは長いです。なので車内でいいご予約からチケットレス特急券を購入。淡池田からは発車時間を過ぎていたので無理でしたが、次の大ボケから高知までの指定が取れました。紙の切符はこの日の夕方発見しました。大ボケまでの間、アンパンマンの顔を眺めたり、大ボケ小ボケの景色をデッキから眺めていました。大ボケ駅停車中、指定席に座りました。しかし大ボケ小ボケの雪景色を見られるなんて相当ラッキーです。土佐岩原駅で交換待ちで運転停車。20センチは積もっているでしょうか。ちょっとした雪国気分です。いえ、ここは土佐高知県です。南風10号が雪の中通過していきました。ご案内いたします。ただいまこの列車は途中の土佐岩原駅を約14分ほど遅れて発車しております。さてこれまで雪で暗かったのが、長い和田トンネルを抜けると雪は積もっているものの晴れています。雪の量も少なくなりました。トンネルに入っている間にそれまで沿っていた吉野川から支流の穴内川に変わっています。大杉駅の発車ですが、ここも晴れて雪は少なめ。大杉から20分弱で高知平野に出た土佐山田。ここはもう雪はありません。土佐黒潮鉄道五面那覇里線の乗り換え駅の五面駅に停車の後、
高知駅に到着、乗り換えです。ホームの売店でお昼ご飯の駅弁を購入します。そしてホーム向かい側の特急足摺3号に乗り込みます。こちらは2両ですが、席に余裕で座れました。高知駅はホームで乗り換えただけの数分間でしたが、一応訪れました。これで今回四国の4県のうちの3県の県庁所在地の地を踏みました。ということで、先ほど購入の3色弁当をいただきます。鶏ご飯にホタテ貝、これは大根の煮物、お醤油かけた方が良かったのかな。こちらはこんにゃくの中に寿司飯が入った田舎寿司、その下の赤いのがみょうがの田舎寿司です。白ご飯にゆかりのふりかけがかかっています。こちらはきんぴらごぼうでしょうか。焼き鮭にエビも入っています。食事風景のこのアングル、だんだんと見た目があれになってきますので、この辺りにしておきます。映っていませんが、厚焼き卵と巾着があったような気がします。食べ終えたあたりで佐川駅に停車。2023年春から夏に放送された朝ドラらんまんの舞台、植物学者の牧野富太郎博士のふるさとです。佐川町には牧野公園や酒蔵、明治時代の客車で準鉄道記念物の路481号が保存されています。おすすめの途中下車スポットです。佐川から13分ほど走って須崎駅に停車。魚の町へと看板があります。漁業・カツオ漁の町ですね。土佐倉駅に停車の後、次の窪川駅で乗り換えます。次に乗るのは江戸線経由の13時21分発の普通列車の宇和島行き。四万トロッコと書いていますが、この時期はトロッコは連結なしで走ります。ちなみに淀線の列車にはトイレがないので注意が必要です。窪川では20分以上時間があるので駅前に出てみます。ここも雪が舞っています。隣の緑の屋根の駅舎は土佐黒潮鉄道の駅舎です。再び改札内に入ります。お願いします。ドラの音が聞こえてきて、さっきから停車していた観光列車、四国土佐時の夜明け物語が発車でした。発車時間も近づいたので宇和島行きに乗り込み、13時21分窪川駅を発車。発車後流れた放送で、とありましたが、今回の須磨駅賢く1日フリー切符は窪川和海間の運賃が含まれているので大丈夫です。こちらがその和海駅。和海駅を出てしばらくして川奥信号場に停車。ここで土佐黒潮鉄道中村線と淀線の線路が分かれます。後ろ向きの映像の左側線路を進むと中村すくも方面です。さて淀線ですが、この日の前日は除雪作業のため1日運休していました。折しも今季最長寒波が襲来していたこの時期、運転再開はこの日の午前中ということで、今回の旅も危ぶまれましたが、幸い除雪作業は前日で終わったようで、こうして無事に淀線に乗れました。淀線関係者の皆様、お疲れ様です。ありがとうございます。ということで、淀線といえば清流四万十川の景色で有名な路線。今回は四万十川に白い雪が彩りを添えてくれてます。窪川から30分で土佐大正駅に停車。ここで6分間停車。あまり余裕はありませんが途中下車。
階段を降りて駅舎の方へ。お手洗いにちょうど良い停車時間です。駅前をちょっと眺める余裕もありました。急いで列車に戻ると行き違いの列車が入ってくるところでした。こうして土佐大正駅を発車。四万十川の雪景色はこの辺から本領発揮。大雨の時に沈んでしまう沈下橋も見えました。土佐大正の次は土佐昭和駅。東川駅は交換可能駅でしたが、片方の線路が外されています。雪が待っている萩駅。時折車体横に雪の重みで垂れ下がったやぶや木の枝が当たってバチバチと音がします。ちょっと不気味ですが、列車の運行には支障がないのでしょう。江川崎駅に停車。ここで22分停車で、ここも降りてみます。ここは JR の駅員さんではないのですが、窓口が開いていました。駅舎はこんな感じです。横にあるのは四万十川ふるさと案内所。こんな看板もありました。駅近くの第一吉野川橋梁が見えます。30年前に訪れた時、橋の近くまで歩いていました。この列車はこの後終点まで1時間以上、長時間停車がないのでお手洗いに行っておきます。ホームに戻ると見習いの運転手の方なのでしょう。指導運転士の方と束の間の休憩時間を過ごされていました。運転士教習頑張ってくださいね。こうして発車時間が来て江川崎駅を発車。次の西ヶ穂駅、ここまでが高知県になります。そして次の松地駅までの区間、一番雪が多い感じです。愛媛県に入った松地駅です。まだまだ降っています。ちなみに江川崎駅から先も川沿いを走りますが、この区間は四万十川の支流の広見川になります。吉信駅です。ここから先は大正時代に軽便鉄道として開業した区間。ポッポ温泉がある松丸駅では雪だるまがお出迎えしてくれました。淀線のこの先はすでに四万十川でなくなっており、支流の広見川も見えなくなり、車窓を見ていた乗客も眠っていたりスマホを触る時間になります。ただ今回の車窓はひたすら雪景色が続きます。四国にいる淀線に乗っているというより、北の雪国にいる錯覚に陥りそうです。宇和島に近づくにつれて雪が多くなった気がするのは気のせいでしょうか。武田駅です。次は北宇和島駅で、あと1駅で淀線の終点です。1駅ですが、次の北宇和島駅まで 6.3km 離れており、急カーブに急勾配を降りていくことになります。列車はゆっくりとしたスピードで坂を下っていきます。 JR 西日本の必殺徐行区間のような走りです。だいぶ下ると下の方に民家も見えてきました。予讃線の線路が近づいてきて北宇和島に停車。そして宇和島駅に到着。次の乗り換えは特急宇和海22号ですが、乗り換え時間はわずか2分。急ぎます。間に合いました。外から見えていましたが、本日3本目のアンパンマン列車でした。高光駅と伊予吉田駅の間で左車窓に海が見えました。左に座ればよかったかも。この辺りまで来ると雪は少なくなりました。ところがいつの間にか標高が上がり、下宇和駅は結構な雪の量。この付近は標高200メートルの宇和盆地ということで、今回の寒波でも雪の量が増えたのでしょう。
西予市の代表駅の宇野町に停車。今も雪が降っています。次の停車駅の八幡浜駅ですが、ここも結構積もっています。漁港もあってみかん栽培の盛んな温暖な土地のはずですが、電鉄機部分はカンテラを焚いているようには見えず、電気融雪機などが設置されているのでしょう。除雪作業を含め本当お疲れ様です。大洲城を眺めつつ伊予大洲駅に停車。雪の量は減りました。伊予若宮信号場から予線線の新線内子線に入ります。内子駅に停車。下り特急和海21号と列車交換です。この区間は1986年開通の新線区間で速度も上がります。伊予市駅を発車しました。次は終点松山です。松山到着前に高架化で不要になった旧松山地上駅への区間が見えました。線路はもう取り外されていますね。そして高架化されてまだ真新しい松山駅に到着。これで今回の旅では四国の県庁所在地すべてに足を踏み入れたことになります。松山は1時間以上時間があるので途中下車。高架駅になって新しくできた松山駅西口。駅前の整備はまだまだこれからですね。元の駅舎があった東口へ行ってみます。架線は取り外されて西側の線路は撤去済み、東側で線路が残っていました。元の駅前ロータリーは機能していますが、旧駅舎の中は移動済みで通り抜けるだけの場所です。この風景も旧駅舎の解体で過去のものとなるのでしょう。その後お土産などを買いましてホームへ向かいます。最後に乗る列車は特急潮風石鎚30号。岡山へ行く自由席は4号車5号車と確認。ホームに石鎚潮風17号が到着。この列車が折り返し潮風石鎚30号になります。この列車は乗車券または定期券の他に石鎚30号岡山高松行きは8本。夕方のこの時間混むのかと思いましたが余裕で座れました。18時39分松山駅を発車です。トイレでのタバコはご遠慮ください。今回は今日中に家に戻るので潮風30号に乗って岡山まで乗車します。停車駅はこんな感じです。松山から岡山まで2時間50分です。松山駅で買っておいたお弁当をいただきまして、じゃこ天もいただきます。同じく松山駅で購入。夜の予算線を快調に飛ばしていきます。土山線が分岐する多度津駅、宇多津駅に停車。ここで高松へ行く石鎚30号を切り離します。石鎚30号が先発です。身軽になった潮風30号も続いて発車。もう真っ暗で音しか分かりませんが瀬戸大橋を通っています。21時6分小島駅に到着です。須磨駅賢く1日フリー切符のフリー区間はここまでです。この先は事前に購入しておいたこちらの切符を使いました。ということで須磨駅賢く1日フリー切符を使って四国を一回りした旅は終了です。1万円で1日四国を存分に回って旅することができました。
JR 四国のフリー切符はいろいろとありますが、1日のみで特急の自由席利用が可能なフリー切符はこれだけです。2月のお客さんが少ない時期限定ですが、1日で四国をあちこち回って楽しみたい方にはおすすめですね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。